皆さんこんにちは、フジロクです。今回はハッピーハロウィンということで、ハロウィンに向けておやつを作ったんで、こちらを紹介したいと思います。ハロウィンごめんなさい、過ぎちゃってたらすいません、動画出すのが遅かったんですけども、こちらですね、下のベースの部分がチーズマフィンになってます。以前動画でアップしたものですね。で、今回この上の部分のクリームを紹介させていただきます。こちらは紫のさつまいもを使っております。この紫のさつまいもがなかったら普通のさつまいもでもいいし、かぼちゃでも構いません。とっても美味しいので、ぜひお家で作ってみてください。それではレッスンスタート。はい、それでは作っていきましょう。今回使用するのは小野農園さんのスイートパープルという紫のさつまいもです。やはりハロウィンといえばこの紫ですよね。すごく可愛いので、ぜひこちらのね、紫のさつまいもをゲットして作ってみてください。スイートパープルが2本あったので、1本はモンブランにして、もう1本はチップスを作っていきます。かなり薄くした方が美味しいので、できるだけスライサーで切るようにしてください。モンブランに使用する方は包丁で3センチ幅ぐらいに切っていきましょう。そしてこちらを茹でて柔らかくしていきます。必ず茹でるか蒸すか、この2択で行ってください。電子レンジでチンをしてしまうと糖分がなんと下がってしまうんですね。パサパサしてしまうし、甘くなくなってしまいます。必ずこのように竹串がスッと通るぐらいまで茹でるか蒸すかしてください。そしてできるだけ熱いうちに裏ごしをしていきましょう。裏ごしがめんどくさい方はそのまま使っていただいてもいいのですが、モンブランとして絞る時にですね、モンブランの口金の穴の大きさかなり小さいので、ちゃんと裏ごししてないと詰まってしまうんですね。綺麗なモンブランを作りたい方は必ず裏ごしをしましょう。裏ごしができたらお鍋の中に入れておきましょう。お鍋の中には生クリームとバニラビーンズのペーストが入っています。そしてモンブランの途中にはなりますが、チップスも作っていきましょう。油でさっと揚げていきます。油の温度が高すぎると焦げてしまうので、160度ぐらいがいいかなと思います。このようにシュワシュワと言わなくなってカリッと揚がったら完成です。それでは先ほどの続きのモンブランのクリームを作っていきましょう。作り方は簡単です。裏ごししたお芋と残りの材料をすべてお鍋の中に入れて煮詰めていくだけになります。クリームはだいたい仕上げにバターを入れることが多いのですが、めんどくさい方はですね、このように先に入れていただいても構いません。先に入れてる方がですね、入れ忘れがないと思うので、今回は先にバターを入れました。バターの量が多いカスタードクリームなどは最後に入れた方がコクになるんですけども、今回バターの量そこまで多くないです。少しだけ入るぐらいなので、後で入れても先で入れてもあまり変わりないので、今回は先に入れるようにしています。それでは煮詰めていきましょう。耐熱ゴムベラで煮詰めていってください。だいたいこれぐらいの硬さが目安です。これでモンブランが絞れるのと思うかもしれないんですけども、こちらですね、冷やしてから絞るので、熱い状態だとだいたいこれぐらいの硬さになります。お鍋の底が見えるぐらいですね。これぐらいの硬さになったらラップの上に取り出していきましょう。お皿の上にラップを敷いて、その上にクリームを置いていきます。そしてこのように空気が入らないようにぴったりとラップをして冷蔵庫で必ず冷ましてください。さつまいもチップスはですね、そのままでも美味しいんですけど、お塩をしたらもっと美味しくなります。お塩をパラパラっとかけて、そしてよく混ぜておきましょう。これでさつまいもチップス完成です。これをですね、買ったら結構高いんですけど、作るとやはり安くて美味しいですね。ぜひ皆さんお家で作ってみてください。
それでは先ほどの説明したモンブラン、こちら口金紹介します。こんな感じでモンブランの口金はですね、かなりちっちゃいので裏ごしをしてから使うということです。口金を絞り袋にセットしたら、先ほど作ったクリーム、冷やしたクリームを中に入れていきましょう。今回はですね、クリームをラップごとそのまま入れたいので、コップに絞り袋をこのようにセットして、こちらのクリームをラップごとポコンと中に入れると、はい、手も汚れず便利です。そしたらこのマフィンの上に絞っていきます。それでは絞っていくんですが、こちらポイントはですね、垂らして絞るということです。これね、結構垂らしながら絞らないと立体的なクリームにならないんですよ。なので最初は絞るとき垂らさなくてもいいです。このマフィン真ん中沈んでるところは押し付けるようにして絞ってもいいんですけど、ここからですね、垂らして絞ってください。はい、ちょっとね、垂らすように絞ると高さも出ますし、立体感が出てくるので、垂らして絞るというのを覚えておきましょう。真ん中のくぼんでいるところはこのように押し付けて絞る。そして次は垂らして立体的に絞る。この2段階で絞ると上手に絞ることができます。できたら上から泣かない粉糖、デコレーション専用の粉糖を振っておきましょう。そして先ほど作ったさつまいものチップスを置けば完成です。チップスを乗せてももちろん可愛いのですが、ハロウィン仕様にするときはこのように上にですね、はい、パンプキンとかこのお化けのシールとかこんなのを乗せるとお子様も喜んでくれるんじゃないかなと思います。ぜひ作ってみてください。はい、ということでできたので食べてみたいと思います。これはチップスが乗ってある分ですね。そしてこっちはね、はい、あちさんのイラストを描いてもらいました。はい、可愛いですよね。モンスターと、こっちパンプキンですね。はい、では食べてみたいと思います。このチップスめっちゃ美味しいからね。美味しい美味しい。いただきます。あーめっちゃ合う。美味しい。チーズだけだったら結構これあっさりしてるんですよ、割とこのチーズマフィンは。でこの上のモンブランがちょっと紫色なんでなんか想像がつきにくいと思うんですけど、贅沢なスイートポテト、普通のスイートポテトよりもこう濃厚に作ってあるので、こうね、滑らかさが全然違う。食べてめっちゃ合う。最初ね、下はカップケーキにしようかなと思ってたんですけど、カップケーキだったらもそもそするかなと思って、芋にカップケーキってなったらちょっとこうね、口の中がパサパサするイメージだったんで、下をねちょっとしっとりめのチーズマフィンにしたんですよ。であんまりチーズしているとこの栗じゃないこの芋の味が負けてしまうから、ちょっとね引き算をした方がいいかなと思って下をチーズマフィンにしたんですけど、相性抜群。もう一回食べよう。いただきます。カロリーって美味しい。なんで合うかって言ったら、この上のね、このさつまいもの部分あるじゃないですか。このさつまいもの部分は甘さなんですよ。バニラペーストとかも入ってるし、バニラの香りとかバターとか生クリームとか、このさつまいもの甘い香りがもうダイレクトに来るんですけど、その後に追いかけてチーズの酸味が来て、最後口の中で爽やかに終わるんですよね。これが下がマフィンとかだったらバターがベース、小麦がベースになって重たく感じると思うんやけど、今回のやつは上がどっしり重たいで、下はちょっと爽やかで、最終的にそのチーズの酸味で締めくくってくれるので、最後のね、この口当たりでこう喉に通っていく時にしつこさが全然ない。これ多分ペロッといけます。1個すごい美味しい。適当に作ったんですけどすごい美味しかったですはい、ということで今回は
ハロウィンね、ごめんなさいね、もう過ぎちゃった方も多いと思うんですけども、はい、モンブランで作らせていただきました。普通のさつまいもでもできるし、さつまいもなかったらかぼちゃでもできますので、ぜひね、美味しいさつまいもとかかぼちゃが手に入った時はですね、このチーズマフィンの上にぐるぐるっと絞って作ってみてください。ということで今回の動画は以上になります。ためになった、面白かったという方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。